今日はですね、政府与党がですね、今回、参議院議員選挙に向けて公約として、全国民に所得制限なしにですね、2万円ずつ配るという、ばらまき、典型的なばらまきですけれども、減税はやらない。でもばらまきはやるということで、すごい金額ですよ。2兆円配るということで、とんでもない愚策だと僕は思いますけれども、いいかおい、財務省の犬とか言ってる奴ら、ねえ、こういうさ、政府に対してさ、俺はさ、批判的なこともよくあんだよ。ちゃんと聞いとけよ、お前。犬とか言ってる奴ら。ということで、僕はこれに関してはもちろん大反対なんですけど、選挙前の人気取り政策なんじゃないかって、それはその通りだと思うんですけれども、これがまた効くんだよね、バカな国民が多いからよ。ということで、ぜひやめてほしいんですが、それに対しては私はすごくネガティブなんですけれども、もしね、でももう政府が決めたことだからやるんだと思うんですけど、やるんであれば、100歩譲ってやるんであれば、マイナンバーちゃんと使えよ、と言いたいです。僕ですね、マイナンバーカード普及させるためにですね、健康保険証とか、銀行口座とかと連携をするとですね、マイナポイントってのがもらえたんですね。で、私も2万ポイントぐらいいただいたんですが、2万ポイントってだから2万円ですよ。これ、こんなね、金配って、そんな契約してくれるわけねえだろうって言ったところで、これだけでね、8割とか超えたんじゃないかな。もう9割近くいってんじゃないかな、普及率が。ということで、めちゃくちゃ効きます。マイナンバー使ってマイナポイントを配るというやり方であればですね、技術的には、例えば用途を絞ったものとか、期限付きのマイナポイントとか、そういったことができるんですよ。だから、2万円現金給付すると、まず、これ多分地方自治体経由で配るみたいな話になるんで、めちゃくちゃクソみたいな余計なコストかかりますけど、マイナンバーで配ったらほとんどコストかかんないんで、直接配れるんで。なので、まずこれ、銀行口座と紐付けしてる奴らは、そのまま現金が給付されるみたいな話でもいいんだけど、例えばですけど。基本はマイナポイントで6ヶ月しか使えませんとか1年しか使えませんみたいなやつにすると消費が喚起されるんですよね。ただこのインフレ局面で基本だからインフレ局面で減税とか金配ったりするとインフレ助長しますからね。はっきり言って。だって購買がね、要は促進されるわけですから。でももう配るって言うんだったらもうしょうがないんで、とりあえず期限付きで消費に回る、タンス預金に回らずに、消費に回るような何かをやってほしいし、これから活性化させたい業界とか困ってる業界わかんないけど、食料品やっちゃうとでも食料品の値段さらに上がっちゃうような気がしますけれども、私はマイナンバーでマイナポイントで配ってほしいなっていうふうに思いました。せっかく作ったんですから。ということで石橋翔よろしくお願いします。いってらっしゃい。